はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。相場が長期的に上昇していくためには、大型株だけで引っ張っていくことっていうのは難しくて、中型株、小型株の方まで資金が流入してこないと、上昇っていうのは継続していかないっていうのが、過去の相場からの経験則なわけですね。最初にですね、見ていただきたいチャートは、ダウと小型株のラッセル2000を比較したチャートになります。これはですね、ダウの株価をラッセル2000の株価で割り算したチャートになります。相場がこのように上昇しているということは、ダウの上昇率の方がラッセル2000の上昇率よりも高かったということを表してますし、逆にこの下落している時というのは、ダウの上昇率よりもラッセル2000の上昇率の方が高かったということを表しているわけです。上昇という側面で説明するとそういう意味になります。あくまでも上昇という観点で説明すると、大型株の方が、こちらは大型株の上昇率の方が高く、こちらは小型株の上昇率の方が高かったと。ここもそうですね。こちらは大型株の上昇率が高く、こちらは小型株の上昇率の方が高かったということがあります。そういうのを繰り返しているわけですね。こちらは大型株の上昇率が高く、こちら小型株の上昇率の方が高かったと。直近はというと、やはり大型株の上昇率の方が高かったわけですね。このように大型株が先行される時もあれば、小型株が先行される時もあるわけです。ナスダック100のチャートで考えていくんですけども、こちらコロナショックが終わった後のこの上昇局面あるじゃないですか。この上昇の時って、大型株と小型株の上昇率ってどんなものだったのかっていうことを、今度はナスダック100とラッセル2000の比較で見てみたいと思います。期間としては2020年の4月から2021年の11月までということになります。はい、こちらが、ナスダック100をラッセル2000の株価で割ったチャートになります。先ほどのダウの方と同様に、上昇している時というのは、ナスダック100の上昇率の方がラッセル2000の上昇率よりも高く、逆に下落している時は、ナスダック100の上昇率よりもラッセル2000の上昇率の方が高かったということを表しています。コロナショックの時からの上昇で考えると、2020年の4月のスタートがここなんですよ。で、最初はこのようにナスダック100の上昇率の方がラッセル2000の上昇率よりも高かったわけですね。ところが、途中からですね、こちら2020年の9月ぐらいから、ナスダック100の上昇率よりもラッセル2000の上昇率の方が高いという時期が何ヶ月間も続いたわけです。つまり、大型株、ナスダック100に採用されるような大型株の上昇率よりも、ラッセル2000に採用されている小型株の上昇率の方が高かった時期の方が長いわけですね。これを先ほどの上昇の局面で見てみると、いつの場面なのかというと、ナスダック100のチャートに戻りますが、2020年の4月から2020年の9月ってどこかというと、ここなんですよ。この最初の上昇なんですよ。この初動の上昇の時というのは、ナスダック100の上昇率の方がラッセル2000の上昇率よりも高かったんですけども、その後の2020年の9月から2021年の3月までっていうのは、この間というのはナスダック100の上昇率よりもラッセル2000の上昇率の方が高いという時期だったんですよね。ちなみにその時のラッセル2000のチャートを見ると、2020年の9月がこちらで、2021年の3月がどこかというと、こうですね。なので、ここからここまでの上昇ということで、確かに大変大きな上昇になっているということがわかると思います。途中から再びラッセル2000よりもナスダック100の上昇率の方が高いという時期が続いたわけです。で、それがどこまで続いたかというと、ちょうど暴落が始まる前までということですね。つまり、今度はここからここまでの上昇というのはナスダック100の上昇率の方が高かったということが起こっているわけです。はい。このようにですね、初動はナスダック100の大型株、途中からは小型株に資金が流入し、最終的にまた大型株に向かったというような流れになっているわけですね。で、直近の上昇ですけど、ナスダック100の上昇率がラッセル2000の上昇率も高かったということがよくわかるチャートになっているんですけども、これが3月、4月、5月の上昇なわけですね。そろそろナスダック100のような大型株よりも小型株が先行されるフェーズに入ってきている可能性があるということですね。まず大型株が先行された後に小型株が先行されるというふうに。コロナショック後の上昇局面では、最初、ナスダック100の上昇率の方がラッセル2000よりも高かったんですが、途中からはラッセル2000の上昇率の方が高いというのが、半年以上続いたということですね。
ナスダックの株価をラッセル2000の株価で割ったチャートが、月足のチャートがですね、このように、先月の安値を割り込むというような動きになってきたら、これから先はナスダック100の上昇率よりも、ラッセル2000の上昇率の方が高くなってくる可能性があるんですよね。この時と同じように、高くなってくる可能性があるということなんですね。でもそうすると、その上昇が継続するっていう部分ではすごくしっくりくるんですよ、話として。要は、最初は大型株主導で上昇したものの、この上昇が本当にこちらの時のように継続していくものになるのであれば、やっぱどこかで中型株とか小型株に資金が流れ込んでこなくちゃいけないんですよ。それが上昇としてはとても健全なわけですね。ということでですね、最後にもう一度強調しておきますけども、これから小型株に資金が流入してきて、ナスダック100の上昇率よりもラッセル2000の上昇率が高くなるとするなら、まずそもそも月足の方で、このナスダック100をラッセル2000で割ったチャートが、この前の月の安値を割り込むということが必ず起こるということです。ですから、そうならないということ、つまりこうやって安値を割り込まずに上昇していくということは、私が申し上げたようなことが起こらないということになりますから、まずここを確認するということですね。前の月の安値を割り込むかどうかということをまず確認するということ。そうすると、ラッセル2000の上昇率の方がナスダック100よりも高くなっていく可能性があるということです。はい。で、次に重要なこととしてですね、この場面についてなんですね。ここも、下落しているので、上昇という側面から説明するのであれば、ナスダック100の上昇率よりも、ラッセル2000の上昇率の方が高かったということになるんですけど、実際はそうではなくて、ここはですね、下落している局面なんですよね。要するに、これ2020年の下落局面の時なんですね。で、つまり、下落局面で、この割り算した数値が低下しているっていうのはどういうことかというと、ラッセル2000の下落率よりも、ナスダック100の下落率の方が大きかったっていうことになるわけです。ここで割り込んできてですね、確かにこの数値、割り算した数値が低下したとしても、それはナスダック100とラッセル2000が上昇している局面とは限らないということです。つまり、ナスダック100とラッセル2000ともに下落している局面で、ラッセル2000よりもナスダック100の下落率の方が大きいから、この数値が低下しているという場面の可能性もあるわけです。ですから、注意点としては、これからナスダック100とラッセル2000が両方とも上昇するという前提の話を今してきたということです。なので、下落してしまった場合というのは、この話は成り立たないと。ラッセル2000の ETF を買ったとしても、それはもう下落してしまうわけですから、逆に損をしてしまうということになるわけですね。次にですね、この場面ですね、ナスダック100の株価をラッセル2000で割った、このチャートが下落している局面というのは、ラッセル2000の上昇はこの場面だったわけですけども、先ほどね、字幕でお伝えしたように、この場面の上昇率というのは 42% に達していて、同じ時期のナスダック100の上昇率は 7% だったので、ラッセル2000の上昇率はナスダック100の上昇率の6倍だったということが言えるわけですけども、それは過去のデータで6倍だったということであって、これから同じことが起こっても6倍の上昇をするとは限らないということです。ひょっとしたら6倍を上回るような上昇率になる可能性だってあるし、6倍に届かない上昇率にとどまる可能性だってもちろんあるということです。ただし、先ほどの割り算した値が下落し続けるということは、ナスダック100の上昇率よりもラッセル2000の上昇率の方が高いということは間違いないということなわけですね。はい、ではトレンドをしっかりと見極めて儲けていきましょう。